こんにちは。推し活楽しんでますか？無意識のりこちです。今回はエプソンのミニプリンター活用シリーズ第5弾、エレコムのアイロンプリントペーパーはがきサイズを使ってみたというレビュー動画となっています。この動画を見てくださっている方は、プリンターの使い道の提案を探している方が多いのかなと思います。あと、推し活へのプリンター活用法ですね。今まで私のチャンネルではトレーディングカード、いわゆるトレカを作ってみたり、100均のプラ板を使ってキーホルダーを作ってみたり、推し活にも活かせる動画をいくつかアップしてきました。今回は誰しもが一瞬やってみようかと脳裏に横切るアイロンプリントアイテムを作っていこうかなと思います。アイロンプリントの定番だと T シャツだけど、主張激しめだよな。普段使いしづらいかも。でも他にアイロンプリントできそうなアイテムで簡単に手に入るものってないかなと悩んでいる方へ、今回は主張はそこそこ、でもちゃんと推しをポイントで見せられるアイテム探してきました。金のセリアで買える布製の巾着とフラットポーチを本日は使っていきますよ。そして今回のプリントモチーフはこれ。元気なオレンジ色がポイントの魔法使いと魔法使い猫のイラストを描いておきました。気づけば動画を撮っている現在、2024年の8月もそろそろ終わりそうで、そうするとイベントごと、次はハロウィンな予感がしています。気が早いなと思いつつ、さっき行ってきた100円ショップではディスプレイが完全にハロウィン一色でした。早めの準備大事ですね。ということで今年は可愛いアイテム大好きなめいこちゃんにハロウィン風イラストの巾着袋を用意して、中にお菓子を詰め込んで渡そうかなということで今回の動画のテーマを決めました。ということで本日の内容はこちらです。1、使うもの用意。2、イラスト用意とプリントアウト。3、アイロンがけ。4、完成。では早速本編に入ります。まずは今回使用する100均の巾着とフラットポーチの紹介をしていきますね。こちらはセリアで見つけて購入しました。巾着のサイズは約縦23センチ、横14センチ、まち3センチ。巾着袋コットンまち付きミン100というシリーズのようです。材質は綿 95%、ポリエステル 5% でした。セリアでの売り場はトラベルコーナーに置いてありました。今回使うエレコムのアイロンプリントペーパーは生地の素材が綿100または綿50以上の混紡素材に使用できるので、材質は OK。綿またはポリエステル以外は使えないそうなので注意です。フラットポーチのサイズは縦12センチ、横20センチ。材質は綿、ポリエステルとだけ記載されていました。アイロンがけは160度以下なら OK でした。こちらは装飾用のベース材としてセリアのハンドメイド系の売り場に置いてありました。こちらを使っていきます。まずはイラスト用意。今回は魔法使いと魔法使いの猫。ざっくり無地のノートにシャープペンシルで図案を描いたものをスマホで写真を撮って iPad に転送。これを下書きとして清書したのがこちらとなります。iPhone のタイムラプス機能で録画したので若干動きが片付いてるけどきっと描いてる様子は伝わるかな。このイラストを使っていこうと思います。Photoshop に iPad からデータを AirDrop で転送。それをちょっとだけ編集してはがきサイズに2つプリントできるように配置しました。これを印刷してみます。印刷したら10分程度は乾かしてくださいとの説明書きがありました。この時ドライヤーは使わないようにとの記載もありましたね。室温で乾かしました。そしてハサミで丸っこく切っていきます。角があると剥がれやすくなるそう。そして台紙から剥がす。これが結構難しくて、台紙の方よりプリントした面の方を爪で引っ掛けていくとなんとか剥がれてくれました。そしてなるべくゆっくり剥がします。次にアイロンプリントの準備ですね。私はドール系のオタ活、略してドル活もしているので、小回りが利くアイロン台とミニアイロンを使いました。どちらも湯沢屋で買ったものです。
アイロン台に巾着を乗せ、先ほど剥がしたプリントペーパーの位置を決める。そしてパッケージに入っていた仕上げ用の薄い紙があるので、これをプリントペーパーの上に乗せてアイロンで圧着していきます。高温の180度に設定とありましたが、このアイロンは温度調整できなかったので適してそうな温度になったら圧着開始。1箇所に5秒ずつ体重をかけながらアイロンをかけました。結構念入りにかけたかもしれない。荒れたら嫌ですもんね。アイロンかけ終わって完全に熱が冷めたら、仕上げの紙をゆっくりと剥がします。そして出来上がったものがこちら。かよない。プリントした位置も良かったかもしれない。巾着はハロウィン季節までそっとしまっておいて、ポーチは普通にペンケースとかに使う予定です。自分用ですね。イラストの猫ちゃんの目の形が個人的にデザインを気に入りすぎてたまらない。今回は私リコチのオリジナルイラストでプリントしましたが、イラストで推しを描かれている絵師さんがいらっしゃったらぜひ真似してみてください。こうすれば、推しを概念として、アイテムとして持ち歩けるオタクにとって幸せでは。さて、今回の動画のまとめです。ミニプリンターで100均アイテムにアイロンプリントする提案でした。いかがでしたでしょうか？もしこんなアイテムにアイロンプリントしてみたという皆様の報告とか、もっといい DIY の方法があったらコメント欄で教えてくださいね。ここでちらっとお知らせです。このチャンネルの動画を見てくださっている皆様のおかげで、YouTube からリコチのオリジナルイラストを使ったアイテムのショップが連携できるようになりました。いつも見てくださって本当にありがとうございます。もしアイテム気になる方がいらっしゃったら、動画の下か右側に項目があると思うので見てやってください。あとはもしかしたら近日メンバーシップも開始できるかもしれません。スマホの高画質な壁紙配布とか、今まで紹介してきた自作のイラストをもっといい感じに見せられる素材画像を共有とかできたらいいなと思ってます。予定では3段階のプランを検討中です。もしよろしければチャンネル登録をして続報をお待ちいただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったよという方は、高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネル、ういしきでは私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。イラストだったり、シーリングスタンプだったり、ドル活だったり、何か面白い企画があったら、ぜひ誘ってください。では、またねー。